はい、皆さんこんにちは。立花さゆりです。いきなりですが質問です。あなたは人からの誘い、お願いを断るときに感じ悪く思われないかなって気にしたことありますか？断ること自体は悪いことではないです。でも断り方一つでまた誘いたいなって思われる人と、もう誘いたくないなって思われる人に分かれてしまいます。では今日は上品な人の断り方5選をご紹介します。まず1つ目です。おほほほほほ、ノーよ、行きませんわよって言ってください。今の冗談です。はい、今度は本当の結論からいきます。上品な人は断るときは以下の3つを意識してます。1つ目です。まず感謝を伝えることです。そして2つ目、言い訳をしすぎないことです。そして3つ目はネガティブな断り方をしないことです。そして4つ目、クッション言葉を添えることです。そして5つ目、次につながる一言を添えることです。この5つを意識するだけで相手との関係を壊さずに、そして自分の気持ちも大切にしながら断れるようになります。そしてこの動画の最後の方にさゆり先生の小話っていうコーナーがあります。皆さんよかったらぜひ最後まで見てください。そしてまた皆さんにお会いできるように今のうちにチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。では1つ目のまず感謝を伝えることです。例えばお食事に誘われた時、その日行けませんって言ったら相手はちょっと冷たく感じてしまいます。なのでまずお誘いいただきありがとうございます、お声掛けいただき嬉しいですなどの感謝の言葉をまず言ってください。まず感謝を伝えるだけで相手の受け取り方は大きく変わります。では2つ目の言い訳をしすぎないことです。断る時ってどうしてもいろいろ説明したくなりますよね。わかります。例えば最近仕事が忙しくてとか、翌日朝早いんですよとか、最近ちょっと疲れててとか、こんな言い訳をいっぱい並べてしまうと相手は結局来るの来ないのってなってしまいます。なのでもうシンプルに今回は遠慮させてくださいってシンプルに言ってください。理由はもう必要最低限で十分です。そして3つ目のネガティブな断り方をしない。例えばそのお店嫌いなんですとか、そんなイベント興味ないですって言ってしまうと相手は自分まで否定された、そしてネガティブな印象を受けてしまいます。なのでそういう時は今回は見送らせていただきます、今回は都合が合わず申し訳ないですっていうふうに相手ではなくて自分の事情として伝える方が上品です。はい、では4つ目のクッション言葉を添えることです。日本語には相手を思いやる美しい言葉があります。例えばあいにくですが、せっかくですが、お気持ちとても嬉しいのですが、申し訳ないのですが、こういった一言があるだけで断り方はとても柔らかくなります。では5つ目の次につながる一言を添えることです。上品な人は断って終わりにしないです。例えばまたタイミングが合えばよろしくお願いします、またぜひお声掛けいただけると嬉しいですなど、もちろん本当にそう思っている相手にだけで大丈夫です。では今日のお話をまとめます。上品な人の断り方5選。1つ目はまず感謝を伝えることです。そして2つ目、言い訳をしすぎないことです。そして3つ目、ネガティブな断り方をしないことです。そして4つ目、クッション言葉を添えることです。そして5つ目、次につながる一言を添えることです。断るっていうことは決して悪いことではないです。決して失礼なことではないです。大切なのは断り方です。ぜひ皆さん実践してみてください。はい、ここで皆さんに質問です。皆さん断ることが苦手ですか？それとも得意ですか？ぜひコメントで教えてください。では続きましてさゆり先生の小話コーナーです。どうぞ。
はい、ではさゆり先生の小話コーナーが始まりました。イエーイはい、今日は小話っていうよりもちょっと弁解をさせてください。以前の動画でお洋服にハンガの跡がくっきりついた服は着ないでください、アイロンかけてください、シュッシュしてくださいとか言ってたんですけど、今日私のこのお洋服ね、これハンガの跡ではないんですよ実は、この縫い目がここまでで、どうしてもそこだけポコってなるんですよ。ここポコってなるんですよ、なので皆さん、ハンガの跡あんたついてるんで自分はええんかとか言わんとってくださいねはい、皆さん今日の動画いかがだったでしょうか。ぜひいいねボタンと、そしてチャンネル登録、そしてベルマークもオンにしてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。